ございます。今日はこれからパリ市内からベルサイユ宮殿に向かいます。電車で約1時間ぐらいかかります。私ベルバラ大好き人間で、子供の頃から家族はみんな宝塚が大好きで、宝塚ずっと見に行ってたんですけど、もちろんベルバラも大好きで漫画も読んでて、もうそのベルサイユ宮殿に行けることがもう本当に嬉しいですね。初パリの地下鉄。今のところ全くパリの治安の悪さ感じないかな。でもではここから約20分歩いてベルサイユ宮殿に向かいます。楽しみだな。バラ咲いてないだろうね。建物の色が黄身があるからさ、なんか紅葉の色と合うというか、とっても素敵。これはすごい。本当に豪華。でっかいね。すごい。これはそりゃ6時間かかるわ、観光。広い、本当に広いし寒い。うわ、広すぎる。いやー、広いですね。突然音楽が鳴り始めた。これライブかな。あそこに人がいっぱい集まってる。なんだろう。おー、なんだ、スピーカーから鳴ってる。すごい演出だね。ボートもある。寒いけどね、ちょっと。噴水ショーをやってる。わあ、晴れると綺麗だな。
YouTube でパリと調べたら絶対に出てくるカレットというパリのカフェにやってきました。なんかホットチョコレートですごい有名だそうで、完全に観光客価格のお店なんですけど、まあそれも一つの経験だということで、まあ、初めてのパリだし、ホットチョコレートめっちゃ美味しいって聞いたので、めっちゃ美味しい。もう今まで飲んだホットチョコレートの中でダントツ。こうやってホイップクリームをこう好みで混ぜて入れられるし、あと一番いいのがなんかクロワッサンを買ってこうディップしてつけるの方法が一番美味しいらしいけど、まあちょっと残念ながら今日はクロワッサンは売り切れだそうで、パリに来たら絶対にホットチョコレートをどこかのお店で食べてほしい、ザ・パリの体験って感じで、あとはオペラ。皆さんオペラというケーキはご存知ですか？私は昔大きなホテルの喫茶店でアルバイトしていた時にその喫茶店でよく出てたんですけれども、この王道のオペラというね、何層にもなってるようなチョコレートケーキ。美味しい。チョコレートのくどさとかもなくて、コーヒーもちょうどいい感じでしっとりとしたケーキ。今日から2日泊まるのはこちらのホテル、メイフラワーパリスオペラというシャンゼリゼ通りに近いところです。8区ですね。ここは8区は比較的治安がいいらしいです。とっても素敵なホテルで、今回はねシャワーなんですけれども、洗面台拭きもとっても清潔ですね。靴磨きのスポンジがあります。事前予約が必要なサウナと提携しているフィットネスセンターもあって、リセプションでお願いしたらジムも使うことができるそうです。光が入ったらとってもパリっぽいんじゃないかなと思います。今日はこれからルーブル美術館に行きます。10時の予約なんですけれども、もうちょっと遅刻しています。多分30分ぐらいチェックしちゃう。ハードスケジュールすぎて、もうモン・サン・ミシェルもベルサイユ宮殿も一気に1回のパリ旅行で行ってしまうと、もうなんか本当にバッタバタになってしまいますね。ルーブル美術館にやってきました。もうとっても広いですね。これも半日以上もしくは1日かかるぐらいの広さだと聞いています。そんな時間は残念ながら今日最終日でないんですけど。どこに入り口がある？あれ？うわーすごい列。めっちゃ並んでる。あれがもしかしたら10時半？かりんさんに聞いてみたら10時はもうビルの中の方って言われたので、さっきの列は10時半の列でした。10時の予約で10時半に着いちゃったんですよ。10分で入れた。だからちょっと早めに来ちゃうと逆に結構並ばないといけない感じです。ちょっと暑すぎるので荷物とかコートをロッカーに預けました。モナリザを見に行きたいんだけど、広すぎて迷子になりますね。この地図難しい。今いるのがリシュリュー横で、あっち側がドゥノン横か。間違えちゃったね、完全に。迷うな。ねえ、標識足りなくない？やっぱり有名な作品の近くには人がいっぱいいるね。リロのヴィーナス。紀元前100年頃のギリシャの彫刻だそうです。復帰割れてる。この上にサモトラケのニケがあります。でもすごい人多すぎ、本当に。そこにある。
見えないな。美しい彫刻。数少ない標識を頼りにしてなんとかたどり着いたよ。どこにあるんだ？遠いな。ここ人が吸い込まれていくところにモナリザがいます。何回かね聞かれたよね。モナリザはどこなんだ知ってるかって。いや知らないよって。あ、本当？どう行く？近くで見れる？噂には聞いてたけど本当に人多いな。めっちゃ混んでて前まで行くのに時間かかるけども、テーマパークほどではないかな。写真撮ったらみんなのけるからさ。もうちょっとだね。やっと見れた。私だけなんとか出られたんですけど、旦那が取り残されちゃった。本当に出るのも一苦労。ごめんね、ごめんね。これツアーなしじゃ本当に迷子になります。ツアーがあった方がいいかも。これはルイ15世が戴冠式で使用した冠。まあ宝石は全部レプリカらしいですけど、その以外は全て当時のままだそうです。まあレプリカだからちょっとおもちゃ感があるけど。現存する唯一の冠。すごいね。国王が使用した現存する唯一の冠。モナリザのアニメシャツかわいい。25ユーロ。とてもじゃないですけど回れません、1日じゃ。本当に。フランスでの最後のお食事はこちらのレストランにします。ウィーンにいる友達の友達が、パリに今住んでいるので、その方のおすすめです。では初めてフランスのオニオンスープ食べてみます。本当に観光客が全然いないね、このレストランね。緊張しちゃうわ。これがもうチーズの塊なのかな。パンが入ってる。玉ねぎめっちゃ甘い。チーズも見て、これビヨーンって美味しいに決まってるじゃん。想像よりは多分かなり甘い味、優しい甘い味って感じかな。外のテラスで寒い日とかに食べたら最高なんじゃないかな。ではお食事がやってきました。パリジアンコロッケ、パリ風コロッケ。パンの間にドライトマトとペースト、オリーブかな。いただきます。これがパリ風コロッケなんだ。ピザっぽく。パリ風ピザ。柔らかい。えぐいよ、この柔らかさ。赤ワインの味がしっかりするけどしつこくない。これは美味しい。ティラミスだ。目の前でしないでほしい。
本当にもうお腹入らないのに食べたくなっちゃう。量がすごい。うわ、目の前でしないで。皆さん、フランス4泊5日の旅いかがでしたか？フランスのお菓子は殺人級に美味しくて、また建築と芸術の美しさはヨーロッパの中でもダントツでした。パリは、臭いとか汚いとか治安が悪い、そういった噂を聞いてきたんですけれども、全くそういったことは感じず、むしろロマンチックでとても品のあふれる街だなと私は正直感じました。また絶対に行きたいです。最後まで見ていただきありがとうございます。これからもヨーロッパのいろんな国だったりウィーンでの日常を投稿していきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録お願いします。また高評価、コメントとっても励みになります。では次の動画でお会いしましょう。チュース。バスが来ないです。バスが来ない。やばい。搭乗時刻が7時半で、今6時15分で、バスでだいたい1時間ぐらいかかるんですよ。6時16分発のバスが来なくて、やばいな。着いたとしてもめちゃくちゃギリギリ。なんかすごい誤算しちゃった。やばいな。どうしよう。空港のバス、ロイシーバスが15分ぐらい遅れて、本当にギリギリです。なんか7時40分か50分に着くかなって感じで、ゲートクローズするのが8時なので、ちょっとなんかすっごい誤算でした。なんかもっと本当に早く、なんかもう私的にはなんか1時間ぐらいが溶けたんですよ、どっかで。本当にただただ計算できてなかっただけなんですけど、でなんか知らないけどめちゃくちゃバスの中が臭い。本当に匂う。なんでかわかんないんだけど、多分誰かの食べ物かな。やばい。7時29分到着。中が血の味する。死ぬほど走ってなんとか間に合いました。今何時？7時40分 ?7 時40分 ?10 分でここまで来れたの？なんか空港が幸い保安検査が全然もうめちゃくちゃ空いてて、でかつなんかゲートで保安検査がめっちゃ分けられてる。なんか細かく50から68とかが一つエリアってなっていたので、なんかそれのおかげで空いてたのかな。もう本当に走った。 SD カードもあと残り1分ぐらいしか残っていないところで、はい、今日はこれで今回の動画は終わりになります。無事にウィーンに帰れそうです。はい、さよなら。また次の動画でお会いしましょう。もうパリ旅行本当にもう何でもかんでもうまいこと行き過ぎだなとはずっと思ってたんで、まあでもなんとかね、旅するとこういうこともありますので、皆さん時間には余裕を持って行動しましょう。